気持ちいい。はい。万歳やったーっていう感じですね。正直愛林会はもう取れるっていう自信はあったわけ、出す前から。ただ何票になるかは分からなかったけど、で振興会の方はまあこの恋だったら勝てるチャンスがある。でも勝てるかどうか分からない。多分勝てるだろうけど蓋を開けるまで分からん、そういう中でやっぱり勝った、まあ、万歳っていう感じ。ただ過去にね、僕自身の審査では何回か日本一になれてるっていうのがあるわけで、それはその当時のカメラマンとか、まあ、いろんな人にも言われて、で審査員自身からも「ごめんなさいね」って謝りに来た人がいたり、まあ、いろんなことが過去にあった。でその時の悔しさっていうのがずっとあって、やっぱりいつかは撮りたいっていうその思いがずっとあって、これ連覇っていうか続けて撮れた、それの喜びが非常に大きいですね。ただこのところでも外人さんばっかりがこう来てる中で僕の声が撮れたっていうのはそれは本当に嬉しい。ずっと2番目の男って言われたのがその当時ね、もう2番しか取れない。その時5回2番目があるらしい、それが初めて1番になれて、1番目と2番目でこれだけ待遇が違うって、これすごいな。いや1番になったらもうこうやって恐竜さんも来てくれるしねいろんな小屋さん来るし、そのパーティーの席上でも知らん人がぎょうさん来てくれるし、なんかスターになったんかなって。この写真会場でもパチ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 ぎょうさん撮っていただいてね、それは僕の恋の体の素直さ、まずね、この体型の良さで、まだ若くってこれからも良くなるであろうその体の柔らかさ、このラインがまだ全然狂いがなくって、その体型にみじんの狂いもないで、それに白地もよくって非番も仕上げられて照りがある、まあそういう意味で2番目の恋に圧倒的に差をつけたのはこの体型が一番だと思いますよ、体の流れっていうのが自然な形でどこにも無理がないからまだまだこれから良くなるだろうっていう感じ。まあ僕はもう一番重視するのは体型ですね。僕は大きいところで勝ちたいっていう思いがあるんで、体が普通はまあ5割っていうけど僕は6割以上多分見てると。それは S レジェンドって言いまして、その堺養魚場の S で白坂の S の S を取って S レジェンドで、この子買った時がね1歳4ヶ月なの。要は2歳上がりっていうので買ったけど、7月生まれで1歳4ヶ月で59センチで、次の春で62、3センチになってたのかな。で2歳と4ヶ月上がりで愛林会の神戸大会出して見事落選で、僕はその時にはもう総合に行くやろうと思って出してた鯉が準用にも入ってない。まあ2歳4ヶ月の時点ではまあいっぺんにこう伸びてるからまだ非番が薄く見える。まあ愛林会はもう仕上がり重視なんで、鯉にも核っていうのがあると。模様、体型、脂質いろんなものを合わせて核があると思うよね。もう仕上がりばっかりっていう、そういう意味で落ちたのかな、まあ、その時は当然もう勝てる自信はあったわけです。何対何票差で勝てるかっていうだけの問題であったのね。実はその
審査の日の夕方着くようなつもりで僕は大阪を出るつもりだった。そしたら健太郎さんから電話があって「そんな早く来てくださいよ」で LINE でこう動画送ってきてね「今これで入れてますからもうしょうがないんで夜出かけて行って、その40、50日前に広島で見た時の状態とその時の状態がもう全然違うかった。それはもう僕もびっくりするぐらいもう変わってた、次元が、その仕上がりがね、その白地と照りってやつがまあ本当に勝つつもりやったけれども、同じ声がその40日やそこらでね、こんだけ変わるもんかっていう、その飼育技術にびっくりして、偏見かもわからんけど、また外人はね、どうしてもその教え方がもう模様とか欠点ばかりを教えるんで、まあ違う声に入れる人が何人かやっぱ出てくるだろうと思ってたけど、満票やったっていう、それがもうすごい驚き。過去におかしいやろこの審査、俺のが一番やっていうのがまああった時にね、そういうのももうこれでチャラにしていいなと思うぐらいの嬉しさが、大体1本じゃ済まないんで、大体3本か4本買う時が多い。でそうやってずっとその同じマスで探して、なかなか見つからなかったけど、当時は細いんで、細いし色薄い、そんなのでずっとこう見ててようやく探した声です。この体のラインね、その時も細かったけど、この昔はこのいかにもこういうがっしりタイプが大きくなる、そういう感じがあったけど、そういうのは実は全然大きくならない。もうラインがすっきりしてる声で、ちょっと細めの方がまだ小さいうちはね大きくなるなと。だそのラインを気に入ったのと、非番が薄いけれども非常に均一性があった。でもその時はそんなに自信はない。まあひょっとしたら化ける可能性があるかなぐらい。結局大きいところで賞を取るっていうことしか頭の中にないんで、例えば70センチとか80センチで賞を取ろうっていう気があんまりないんです。それよりももう大きくなる声が嬉しい。1センチでも2センチでもね。仕上がりっていうよりも僕は仕上げようと思ってないんで、大きくなるように、だからごまするわけじゃないけど全部ここの製品使ってる。だからその季節に応じてね、京林さんの餌、沈下を4割浮きを6割っていう割合で、本当は1対1でやりたいけど、沈下性だと底水を回してるんで少し少なくで浮きをたくさんっていう感じ。餌の種類を変えてるぐらいですね、季節でね。要は今やったら育成にちょっと変えてきて、育成をやった後は増体に変えたり、この色上げに変えたりで、京林さんの餌はね、糞が少ないような気がする。よそのメーカーでちょっとやってた時はもっとこう糞が多かった。メインがね、浅くして、池が25トンでろ過沈殿が15トンで40トンで、そっちに今10本で
もう一つ潜水が10トンでろ過なんかが2トンちょっとの池で3本だいたい 200cc のメインで3杯かな、1杯半と2杯で、その回数の方がね、まあ多い時で4回ね、23時間でに1回やりたいなと。でそれをそのだから1回で 600cc ぐらいかな、最盛期で。やはりこの温度が下がる夜中はあんまりやらないように、朝昼夕、朝は6時過ぎぐらいにやるときもね、まず起きてで8時から9時ぐらいに掃除、これ毎日掃除するんで、沈殿槽を一つ空っぽにする、それとその圧力ろ過器、この40トンで沈殿槽が3つあって圧力ろ過が3つあるから、その毎日沈殿槽をやっても3日に1回の割合になる、ね、だから結構こまめに掃除はするんです。気に入ってるってやっぱり名前からして増体っていうのがね、大きくなるんじゃなかろうかと思って、色上げよりも増体の方が使うのが多いですね。でその色上げもいいんだろうけど、勝手に仕上がる時は色も上がるだろうという気がするんで、無理に色上げをする必要はないんじゃないか。ここの餌で恐竜さんの餌で白個ね、高かったけどねあれやった時にでも短期間で白地がスーッと抜けてきた。ああいう経験は初めて。効果はあるってこう聞いてたけど、でもあんだけその白地が短期間で抜けたっていうのはもう驚きでしたね。それはやっぱり大きくなって幅がついてきてるんで、それは実感としてありますよね。1月ぐらい、9月になったらもう切りますよ。だからその色が上がるよりも本当に大きくなってほしいんで、まあ状態が多分多いです。まあレジェンドがやっぱりメーター超えして今の美しさを維持できるかどうかですね。今までもメーター超えっていうのはいたけども、まあ前回の特にその新潟県の時のような美しさ、ああいう美しさを持ってメーター超えの鯉っていうのを見たいなっていうのと、今3歳で79センチになってる紅白がいて、それが結構面白いんで、その鯉がまだちょっと早いけどこうなるとは、この鯉が3歳の時に旗を取れるようになるって思った。で今度のやつの方が少し大きい、まだ自信は持ってないけど、まあ、非常に面白い鯉が手に入ってるんで、それがどうなるかみたい。2年後にはお披露目できるように、こんなにあるにはあと3年はかかるっていうかね。